はいどうも、いつきんです。動画では久々なんですが、本日はバランス調整が来ましたので、そちらの英雄を紹介していきたいと思います。まず、今日使うのは、リリアスですね。こいつがバランス調整の中ではかなり目立った調整をされていて、特に闘技場に関しては環境が一新されるぐらいのメタキャラになりました。というのも、最近多かったルアに対して、スキル3で弱体効果を解除したりとか、この異物ですね、古竜の遺産。これによってルアのスキルターン増加を打ち消すというような効果が得られたので、これからは闘技場ルアはいなくなるかなという感じでしたね。使ってみてももう完全特攻キャラ。で、例えば遅いルアとかを用意する人もちらほら出てきたんですけど、その場合はね、逆に上取られて何もできずに死んでしまうので、もうルアー自体がちょっともう今の闘技場には刺さらないというような、感じになっております。はい、そしてルアだけなのかっていうところなんですけど、実際はですね、このリリアスの登場によってルアがいなくなるので、じゃあ結局使い道ないじゃないかという感じになるかなと思ったんですけど、このスキル2の挑発、これがですね、めちゃくちゃ強くて、最近だと刺さるキャラがめちゃくちゃ多いので、ルアがいなくなってもリリアスっていうのは非常に使いやすい英雄になったかと思います。で、ルアに関しても逆にね、愛用してた人はもうこれで使えなくなるんじゃないかっていう心配もあると思うんですけど、依然 RTA では強いですし、根力無視でね、つけられるっていうのも考えたら、依然ね、パワーは落ちてないので、それはそれでね、使い分けでいいと思います。はい、そうしましたら、まずビルドの説明からしていきましょうかね。スピードセットに今回してるんですけど、スピードは別になくてもいいとは思います。早く動く必要ないので、このね、重要なのはスキルターンは減少なので、そこまでね、スピードを盛る必要はないので、ない人は別のセットでもいいと思います。で、一番大事なのが効果命中。これをですね、できるだけ高くした方がリリアスは強いと思います。実際のバトル例で紹介するんですけど、エンジェリカとかカリナ、この辺にも、この挑発っていうのが刺さってくるので、それらの英雄に対して、この挑発を入れられる効果命中率を確保できてるとめちゃくちゃ強いので、僕はクリダメを捨てて効果命中にしました。で、クリダメ、ダメージもね、このスキル3結構出ますので、これも活かしたいっていう人は、スピードセットを破滅セットとかにして、無理やりクリダメを上げてもいいかもしれないですね。で、僕としてはできれば防御力をもう少し上げて、一応ナイトとしての役割も持たせてあげたいなとは思うんですけど、いかんせんね、ステータスが結構きついので、とりあえず今はこんな感じで使ってるんですけど、かなりね、いい感じに使えてます。特にカリナめっちゃ多いんで、カリナにぶっ刺さるのが非常にいいキャラだと思います。はい、そうしましたら早速見ていきましょう。まずはルアからですね。この辺はもう使い方言わなくても大体みんなわかると思うんですけど、こうやってルアがいつも通り動いてきたところに、異物でスキルターンを減少させると。でもこっからは普通の、動きですね。ザハークがスキルを使ってアーディンを落とすと。もうこうなってしまえばね、もうルアは本当いないも同然なので、簡単に、倒すことができると。いうことで、めちゃくちゃこういうちょっと今までのね、テンプレ防衛はもう通用しませんよというような感じになってしまいました。はい、同じような試合ですが、もう一戦だけね、見ていきます。はい、もうこれね、ほんと多かったんで、長い間ね、ルアがずっと防衛にいてたんで、さすがにね、メタられてもしょうがないだろうっていう感じはするので、はい、挑発入れて、スキルターンも解除されて、今までね、このルアとアーディンの組み合わせ、なかなか倒せるキャラがいなかったので、スキルがね、使えなくなっちゃったら何もできなかったんですが、ストレスなく倒せるようになったと。もう大体このザハークストラゼスでね、倒せるようになりました。で、何気にこのまやかしもですね、スキル3で消せるっていうのもいいところですね。
はい、そしたら、ルアに関してはもうほぼほぼ問題ないと思うので、今度はこのカリナですね。さあ、カリナ、今までだったら、このカリナ・アーディンみたいなやつ、アーディンをザハークで取ってしまうと、カリナが絶対に上がってきて、追加ダメージでね、倒されてしまうということが多かったんですが、リリアスを使うと、はい、このように挑発を入れて、カリナの動きを止めることができると。で、その間に、ストラゼスとか、シュリみたいなキャラクターで、取るというようなことができるようになったので、カリナもなかなかね、厳しいというか、依然強いんですけど、このリリアスを使うことで結構制御しやすくなると。これ倒しますと。これめっちゃね、やりやすかったんでおすすめです。はい。で、カリナなんですけど、もう一つね、バランス調整された光ライカで、簡単に取れるようになったんですけど、もう1日経ってですね、対策を立てられて HP の高いカリナが増えました。なので、ライカだとどうなるかっていうと、はい、根力使って抵抗無視でつけて、スキル3打つんですけど、はい、打ちましたと。はい、倒せなくね、なっちゃいました。なので、ちょっともう、ライカで闘技場のカリナ倒すのは無理かなという状況に1日経ってもうなってます。はい。というわけで、カリナだったらライカでいいんじゃないかっていう意見もね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、もうちょっと倒しづらくなったんで、僕としてはリリアスがいいかなという感じがします。で、もう一つね、僕よく言われるのが、オペセク使わないのっていうのね、よく言われるんですけど、オペセクもめちゃくちゃ使いやすくなりました。カリナを使って、はい、一人厄介なやつを倒して、はい、カリナがシールドを張りつつ、リリアスが挑発でロック。で、シールドが残るので、このまま、オペセクで取るというような動きもできるようになったんで、かなりね、オペセクも使いやすくなったのがいいですね。僕もこれで、みんなの声に応えてオペセクを、使う機会が増えるかもしれません。はい、もう一つ、オペセクを使った、カリナの借り方ですね。本当にね、カリナがシールドを貼ってくれるんで、オペセク使いの人には、朗報なんじゃないかなと思います。はい、無理やり半分誰かを削って、もうこれ誰でもいいんでね、今回はポリティスしましたが、誰でもいいです。カリナ以外の、キャラクターの HP を半分以下にすると、カリナが、上がってくると。で、挑発でロックしてるので、そのままオペセクで狩ると。で、結構バフ張ってくれるんで、前ね、調整された秩序の防壁、もう結構いい仕事してくれるので、それと合わせて使うことでバフもなし、バフ役なしでね、こう使うことができるので、そういう組み合わせも面白いかなと思います。はい。で、さっき、ライカでね、取れなかった失敗例を応用してリリアスを入れてみました。で、リリアスを入れると、ライカをですね、このアーディンに使うことで、標的を入れつつ、ミスヒットしても、結構削れますと。で、カリーナが上がってきたらロックして、倒すというような動きもできるので、クリーブにリリアスを入れるっていうのも、カリナをね、出された時の対策として、いいかなっていう、ちょっと実戦 RTA でまだ試してないんで、そんなうまくいくかわからないんですが、この一人ロック役としてはめちゃくちゃ優秀なのかなと思います。はい、そして最後にカリナ以外ですね、エンジェリカ。エンジェリカに対しても結構いいかなという感じで、これもですね、無理やり全体攻撃を打って、エンジェリカのパッシブを誘発させるっていう形ですね。なので、今までだったらちょっとストラゼスとかを使うのが、結構めんどくさかったんですけど、もうここはね、構わず打ってナイトを倒しつつ、エンジェリカ誘発させて、で、いつもだったらここでスキル3打たれて動けなかったんですけど、挑発でロックできるというような動きもできたので、結構こう一旦猶予ができるっていうのは非常に大きいので、
こういった編成も攻略しやすくなったかなと。とにかくこの挑発がめちゃくちゃね、刺さるキャラ多いんで、随分と楽になったんじゃないかなと思います。で、何気にこのスキル3で火力もそこそこ出せるんで、補助火力としてね、使うこともできます。で、命中アップ、命中率上げてるとアクションゲージダウンも入りやすいので、そういったところもね、いいところだと思います。はい。というわけで、見ていただいたんですが、いかがだったでしょうか。動画をね、改めて見返してると、ダメージもあった方が、やっぱり、それはそれでね、気持ちよさそうなんで、この辺ちょっとやっぱ破滅セットとかにして、スピードは全然いらないんで、このなんか、生命力とか防御力が伸びてしまった、破滅セットとかを使って、繰りダメを250とかにまで上げれるんだったら、それはそれで、面白いかなと思います。一番重要なのはね、この効果命中なので、だいたい150あれば、カリナとかって抵抗多くても150なんで、同じ数字ぐらいを維持しておけば、挑発85%の確率で入れることができるので、これぐらい目安がおすすめです。他にもね、ビルド例あれば、みんなのね、使ってるやつを教えていただければと思います。というわけで、今回の動画は以上となります。次は、ライダークラウか、新しくなった新生ライカあたりを、あげようかなと思いますので、そちらもぜひご覧ください。というわけで、以上となります。ご視聴ありがとうございました。